おはようございます。画家のギソです。恐竜2です。5ヶ月を過ぎました。今日の動画はですね、小声でいきますね。泣きますので、ミュシャ風にこんな感じで描いてみたという動画です。特に、ミュシャをはじめ意識してたわけじゃないんですけども、ちょっとずつこうミュシャとか、あとクリムトとか、ちょっと平面的に描いていく方法ってちょっと教えれたら面白いかなというふうに途中でちょっと方向を変えていきました。顔の描き方とかですね、ちょっとこう平面的なんですけども、こう色を複雑に、アクリルです。これアクリル見たくないとかいう人もぜひ見てみてください。こういう風に描いてみようかなとか、線とかこうやって描いたら細い線も引けるしとか、ちょっとこういつもと違う描き方となってますので、ぜひこう参考に楽しんでみてみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これは、ベニヤ、シナベニヤという木ですね。ベニヤはね、2種類あるんで、ラワンとシナとありますんで、できるだけシナを使った方がいいです。ちょっと高いんですけど、3ミリやつの、ホームセンターとか売ってます。で、アクリル絵の具をポンポンポンと乗せていってます。ちょっと何の色かは分かりませんので、こちら載せておきますので、皆さん、一生懸命拡大してでも、一時停止しても、色を見てください。で、ジェッソの白黒ですね、という色を使っていきます。で、グレーのこのジェストの白黒をこのシナベニヤに、地塗りで塗ってで下書きをしておいて、そして輪郭線をまずもういきなりちょっと今回は黒でいってみようかなと。グレーぐらいにしておいてもよかったんですけども、ちょっと初め書き出す時にこうどんな目的を持って書くかというのはちょっと頭の中であんまなくて、ちょっとイラスト的な平面的な日本画的なぐらいのざっくりしたスタートを切ってしまったので、まず輪郭を丁寧にですね黒で書いていっています。若干こう少しぐらいずれてもいいかなと思いながら書いていってます。ずれてもというかですね、後でこの線はまた丁寧に書き直そうと思っていたので、まずこういうふうに下書きを塗っていってます。で、アクリル絵の具に関してはやっぱりですね、便利は便利ですよ。筆とかの扱いさえしっかりしていれば非常に便利な道具だと思いますので、油絵と油絵的な感じにも描けますし、水彩的な感じにも描けます。じゃあなんでアクリルで先生描かないんですかって言われたら、ちょっと乾きが早すぎて、私が思っているような絵の具をこう画面の中で混ぜたりとか、微妙なグラデーションとかっていうのはつけにくいので、私はちょっとアクリル絵の具でなく基本的な油絵の具を使ってます。だからもしかしてこのアクリル絵の具で、下地を描いてという方法が耐久性として、まだこうアクリル絵の具って50年ぐらいしかできて経ってないものなんで、50年以上持つかどうかって立証がもちろんできていないので、でも今後はそういうやり方をしていってもいいのかななんていうふうに思っていたりとかします。これは作画用の動画なので、作画用というか皆様にエンターテインメントとしてですね、こんな描き方もありますよということなんで、いつも古典とかに出す絵ではないです。そしていきなりこんなブルーを塗ってみてはみんなどうですかということで、ベタ塗りですが、ちょっとこの辺もまだ迷いがあるんですけども、ベタと塗るかちょっとマチエールをなんかわからんけどつけとくか迷いながらこう塗っていっているわけですね。で、こんな感じでまずこう全然違うこう青色を塗ってみようということで、空色みたいな色ですかね、で塗っていってます。昔の技法で言うとこの辺になってくるとちょっとテンペラ絵の具、初期ルネサンス絵画といって、イタリアの方なんですけどものなんかテンペラ絵の具的な感じで描いていこうかななんて、ブレていくんですね。私の脳みその中は何をしようかなと、こういうのも学生さんにこう見せるため、もうまた同じとこがすみません、リピートになってしまいました、ためにやっているんですけども、なんかこう、時代によって流行りとかっていろいろあるんですけども、今若干こうなんかこう、美術系の大学とかって女の子が多いんですよ。圧倒的に多くって8割方女の子、下手すりゃもう9割ぐらいだったりするんですけども、なんかこうイラスト的なというか日本画的なというか平面的なというか、そういうのとかも結構人気があったりして、うちの学生さんなんかもそういうのを描きたがる子が多いので、こんな感じで描けますよということをお見せしようと思って作っております。こうライブ配信とかでもちょっと簡単にパパッとやったことあるんですけど、もうちょっと本格的に今回やってお見せしようかなというふうに思います。ライブ、配信の方もこちらの方、だいたい概要欄の方に貼り付けておきますので、こういうのも参考にしてみてくださいという感じで、
かなりこうベルダチオ的な初期ルネサンス絵画っていうのはそのベルダチオって言って、緑土テールベルトと呼ばれる色を顔の色の下地に塗ってるんですけども、現代版ベルダチオというかちょっとハッチングで少し描こうかなとこの辺では思い出してますよ。どこがミュシャやねんって話かもしれませんけども、で髪の毛どうやって描こうかなと思った時に悩みながらですね、黒くベタっと塗って光当てるというよりは陰影みたいなのを少し、省略した形で、やってみようとこの辺りになって思うようになって、なんかこうですね一手一手をこう大事に置きながら、塗り残ったグレートーンも線になるような。でこの辺りからちょっとミュシャとかもあるのかななんていうふうにちょっと早送りも使わせてもらいますね、思い出してます。だから平面的に行くぞと初めから決めてたわけじゃないですけど、なんとなく途中から平面的に今回行ってじゃあ誰参考にするかなって脳みその中でこうなってきてじゃあミュシャで行こうかなみたいな感じになっていってます。でこのあれはですね透明水彩でも描いてますので、近々か公開されますのでまたそういうのもこうですね比較としてこんな感じだった透明水彩だったらこんな感じでとかっていうのも比較の対象として見ていただけたらすごく助かるかなと思います。でこの辺なんかはちょっと木漏れ日的なものは描いておくけどあんまり顔の中の立体感は出さない。でも全くやらないのもどうかなということで若干、鼻のとこ光を置いてみてさあどうするかということが脳みその中で渦巻いているわけですね。どう描こうかな。まだこの段階ではハッチングという方法のことはあんま考えていないんですけども、後々ハッチングという方向に持っていきました。で目のところこれなんかグレートーンが塗り残っているのも線に見えますし、目なんかもですね、描いていってそしてこの辺若干の陰影若干ですよあまり無理してつけすぎないようにで背景なんかも少し描いていきながら、この辺も若干の陰影をつけておこうか。この辺が迷っているのが僕が見ても分かります。迷ってるなと。本当はもうビシッとこう方向性決めてやった方がいいんですけどほぼこういう絵描いたことないんで、でも大体描き方じゃないですけども方法論が分かってくると大体の絵描けるんです。出たビッグマウスおじさん出たビッグマウスだから基礎基本っていうのも持っといた方がいいよと僕はよく言ってます。ある程度写実的に描く力とかは身につけておいたらそれを引き算していって、今回やったらちょっと平面的にしようかなとか形の出し方はどうかなとか遠近感みたいなものは出さなかったり立体感みたいなものは今回は省略するような形にしていくとじゃあどこにこう自分の力のウェイトを置くかっていうことを少し考えれるようになってくる。難しいこと言ってはるわって感じですね。だからその引き算をしていった中で、今回はちょっと平面的にそして人の肌の中をどない描いていくかなっていうところを見せ場にしようかなというふうに考えました。今輪郭線なんで実はこれ黒い初めの線を塗ってそれを茶色髪の毛とか青い肌の色とかで、両方からぶつけているんですね。そして全面にこれはハケでジェッソちょこっとだけなんか色入れましたね。全面に、ちょっと赤みがかったなんか思い切って、全面塗ってやれということでハケで塗ってみました。こんなこともしはるんやなという感じですね。こんなこともしはる全体にですねこういう風に白く、塗ってみて、全体にトーンを整えてみるという感じ。黒の色が黒じゃなくなりますよね。これね一番初めにでドライヤーみたいなので完全に乾かして全面に透明感のあるやつでスカンブル的に、白を塗っていくというようなことをしてみたりとかもしてで完全に乾かした後に、さあどう描いていこうかな。赤を使いましたね。なかなか面白いですよね。何をするのか僕もこの、描きながら肌の色に全面にベタと目だけを残して全面にこのちょっと乳白色のピンク色みたいな色を薄くかけてみようかなと思いました。乾くと多分少し青が強くなってくるとこの輪郭のところをすごく大事に描いてたの分かりました。やっぱり黒い線っていうか輪郭線を塗り残しとるんですね。こういうとこね残しとるとで目も残しと塗り残しとるとで鼻とかおでことか少し陰影はつけておこうかな。これまだアバターってなんか昔映画ありましたよね。アバターみたいな感じですけどもちょっと全面に、あまり立体感意識せずに、ある程度塗って若干鼻であるとか少し陰影少しだけですよつけてあげて首の下なんか少し暗めに、塗って輪郭線は残しておくね。今までの描き方と全く違うと思いませんか。おじさん何でもやりはるし何でもできはりますよね。2時間弱でこれ描いています。1時間半ぐらいで描いたんですけどももうやめようと思って
でももうちょっとやはり書こうかなって最後ちょっと一伸び、しますので、その段階も見ていただけると、最後ちょっと伸びはったでって感じのところもちょっと一回やめたんですけどね、もうええかなと。でももうちょっとやっといた方が多分皆さんのためになるかなみたいな感じで背景も少し書いていってます。こんな感じで書いていって、で肌のところが乾かないとうちに、これなんか透明水彩の技法に近いかもしれませんね。にじみとかぼかしみたいなとかね、いうようなこととかもやりながら、ちょっと黄色で背景とかをちょっと書いていって、色面的に平面的に、葉っぱとか後ろに模様があるんですけど、あまり厳密にそんな描きすぎずにというかですね、ちょっとこの辺からちょっとミュシャかなみたいな感じ自分で思い出してるんですね。ミュシャっぽく描いてるですよ。ミュシャじゃないかって怒られるかもしれませんけどね、もう本当に最近は低評価のボタンがねあるんですけどね、私たちも見れなくなってしまったんで、いっぱいついててもね、私たち何もびっくりでもしなくなってしまったんで、あれはあれで面白かったんですけどね、これ結構低評価ついとんなとかっていうのが分かって面白かったんですけどね。で、目とかこういうとこめっちゃ慎重に描いていってます。目ん玉青いですね。目ん玉青にしてみました。いいんですよ、絵だからですね。特にこういう感じの絵っていうのは自分でどれだけ創作できるかっていうとこ大事になってきますよ。顔なんかも今回はちょっとモデルさんに寄せてますけど、もっともっとデフォルメっていう言葉ありますね。フランス語ですけども、フォルム、形をするわけですよね。形を変化させるというか変えるというデフォルメみたいなものもしていいと思うんですね。でもやっぱ自分のいい形みたいなのは探り続けていってくださいね。これね大事なことなんですけども、デフォルムする作家さんとかって結構もちろんいて、それはそれでいいんですけども、僕ちょっと今毒吐きますけども、デフォルムする作家さんってやっぱりルーチンに陥りがちに僕は感じてしまうんですね。でやっぱり自分ではこれがいい形、これがいい形、そしたらいつもこういう形でこう書いたらこう書けるからこうなるわとかっていうことが起こりがちに僕は感じる。毒吐きあった、また嫌われるわ、いいんですけどっていうのが起こりやすかったりするので、自分の中でそこをもう常に疑って、やっぱ目はこうのがええかなとか、鼻とかもっとやっぱこうのがええかなとか、肌ってもっとこうのがええかなとか、輪郭ってもこっちのがもしかしてかっこええかも、綺麗かも、美しいかも美しくないかもっていうことを常に疑念を持ちながらやれると、やっぱり常に成長していっていい作品につながっていくんですけども、前なんかこれ褒められたからいつもこれで書こうとかって言うたら、そういう人ってあんまり成長しないんですよね。医療従事者の人は本当にありがとうございます。私も最大限感染しないように今日撮っているのは1月25日、佐賀県もなんとかっていうなんかですね、呼子のマンボウっていうあるんですよ。呼子のイカ食える呼子のマンボウっていうのが佐賀県も発令されたそうで、大学の授業もなんだかんだとあと1回2回なのに惜しくもですね。でも後期は一応対面がほぼできたので、ちょっとはね学生さんも少しは満足できたのかななんていうふうに思いながら、唇とかも描いていってます。だいぶ出来上がってきたの分かりますか？こんな塩梅でちょっとこれでミュシャっぽくいこうかなということで、この辺りからハッチングというのを肌ちょっとこれやと青すぎんな、これどうやって白くしようかなみたいな感じで、ハッチングという方法を活用しながら、この辺もちょっと微妙にちょっと明るくはしてみようかな。でもやっぱアクリル絵の具って乾くとちょっと色が落ちるというか、白っぽい色やったらですね、明るくなるというか暗くなる感じはするなと思って、透明水彩の場合って濡れ色から乾くと明るくなる印象がありますね、私なんか。そしてもう一回、肌のところスカンブル的なことで、描いていきました。そして最後にハッチングとかをしていったり、髪の毛なんていうのも描いていったり、しながらですねどうですか、髪の毛細い線もヒューッと、これは名村さんの筆を毛先を細く切ったものを使いながら、ええ塩梅ちゃうかと。いい塩梅って何かっていうと、いい感じじゃないかってことですね。いい塩梅になってきたので、もうぼちぼち終わろうかなみたいな感じで、ミシャっぽくなってきたかなと、ハッチング最後顔のとこして終わろうかなみたいな感じで思いました。だから初めての仕事なんですけども、なんか実はいろんな人の技法が入りまくっているというか、この辺なんか髪の毛なんかどっかミュシャとかの、絵が頭の中にあったり、こういう眉毛なんか細い線で油絵とか言ってね油絵とかで細かいディティール描くときとそんなね変わりませんけども、
平面的に悪くないと思いません？またね。でちょっと紙やすりでここで一回ちょっと余分なマチエル一回消してみようかな。初めの時につけたマチエルを紙やすりで、300番ぐらいかな、400番ぐらいかなぐらいでちょっと消してみました。そしてハッチングをしてみました。まだちょっと青っぽいなということで、ちょっとハッチングというのをしてみた次第です。この辺で一回もうぼちぼち完成っていうか終わりにしようかな。どうですか皆さん、参考になるんちゃうかなと思ってこの辺りで一旦終了としたんですね。ハッチングとしていってます。でもこのハッチングもなかなかこのぐらいの画面、大きな画面やったら見えるかもしれませんけども、あまり見えにくいかもなと思って、この辺髪の毛とかもちょっと明るい色とか暗い色だけじゃなくて描いていったりとかしながらディティールみたいなのを詰めて、またハッチングこう縦だけのほぼハッチングをしてみました。縦だけのハッチングをして、こうなってくるとなんかこうルネッサンス絵画的にね、サンドロ・ボティチェリ的な感じになってきたなっていう感じもあったりとかしますし、デテールを描いてまつげを描いたりとかですね、していって、やっぱりいろんなものが混ざり合って、壁画的な感じもありますしね、そういうふうにやっぱりいろんなこう引き出しが僕の脳みその中と、描法描き方の中にあるから、まあこれぐらいは描けますということでサインを入れたんですね。はい、終わりっていう気持ちでおりました。完成と思いきや延長戦に入っていこうと思います。これ書いたの潰しよったぞとか、すみません、少し揺れてますね。これ白でこう潰すというか全面に、後でちょっと揺れが止まると思いますので少しお待ちくださいね。かなり拡大っていうかカメラに近づいて撮っているのでですね、そして全面、に目のところもやりました。もうちょっと深みを出させたいかなと思ったので全面に、透明、半透明白っぽい色を塗りました。こんなことする。そして髪の毛の隙間全部じゃなくとも一部に少し塗ってってみようかな、ね、それによって髪の毛自体も複雑になってくる。立体感とかは特に意識してるわけじゃないんですけども、平面としてなんか複雑に面白い構成になってこんかなっていうことでやっていったりしてます。こういう隙間、後ろから見える葉っぱなんていうのも少し描いてみようかななんていうことで、こういう風にですね、少し後ろが密度が上がったり、輪郭線もっと細したろうかなっていう感じで、どうですかね。こんなん描ける、あんまりこうね、皆さん描いてみたらいいのになと思うんですけどね、自分たちの好きなものとかってあると思うんで、ミシャなんかねすごい日本人好きな人多いですからね、やってみたら、でこれぐらいの陰影で十分こうなんか絵になるよっていうこと。でも大事なところはなんか目とか口とかかもしれませんし、髪の毛のこの辺なんか目少し大事に描いていくところ、じっくりまつげ、女子はまつげが命です先生なんて言われたから、そうとか言って少しね大事に描いておきます。そのこと言うてはったんですよね。僕らよう分かりませんけど、うちの恐竜1より2より1がものすごいまつげ長いらしいんですよね。よう分からないですけどね、そんなとこよく見るなっていう感じですけど、男の人はねそういうのあんま興味ないですもんね。男女とか言うといかん時代になってまいりました。申し訳ございません。ちょっと失言がありました。もう難しい時代ですね、なかなかね。はい、下まつげを描いていってますね。こうしたまつげを描いていったりとかね、こういう目がギュッとまた違ってきたでしょ。こういうね、またここからもう一段深みを出させてあげようと。だから自分がこれぐらいかなと思った段階からもう一伸びしてあげると、やっぱり成長ってするんですよね。本当にキリンという芸人さんの田村さんっていう方がね、昔米をずーっと米粒噛み続けていたら味が全くなくなってくるんですわ。でそしたら最後にちょっとだけふわっと味が来るんです。これ味の向こう側って言うんですって言ってたんですけど、僕絵もあると思ってて、ザクザクとか大胆にとかっていう人っていうのはどっちかというともう書道みたいに潔くズバッと終わらなきゃいけない絵もあるんですが、8割方9割方の絵ってもしかしてその味の向こう側的なところを、これよりも先にギュッといったら何かが見えてくる。でも透明水彩なんかっていうのやとなかなかね、紙が傷んでくるから逆に止めなきゃいけないですけども、アクリルとか油絵とかっていうのは味の向こう側ならぬ、描画の向こう側、この先に自分のもう少し
ギュッと、例えば細かい仕事、葉月ルーペさん的なものをつけてみようかなとか、僕あれつけてたんですけどめっちゃ視力悪くなったから、皆さんねちょっと気をつけてくださいね。そういうのばっかり頼りすぎるとですね、ということで、こまごま描いていって、人の肌の中どれぐらいまで描けるかなとか、唇とかどれぐらいまでやってみてもいいかなとかっていうことで、少し、紅のところも少し色っぽくしとこうかな、紅のところだけでもと。こうやって見ると人の肌のハッチングみたいなのがよく見えてくると思いませんか？いかがですか？こんな感じでですね、本当にこう日頃書かないような仕事っていうのにも皆さんチャレンジしてみるとね、もうアクリルなんか書きたくないとかね、すぐ言うんですけど、意外と海外の人の動画とか見るとアクリルとかのが人気あるんですよね。日本人はどうしても透明水彩好きなんですけど、僕はそういうこう部分が日本人にももっともっとなんか幅広くいろんな画材もありますし、いろんな書き方もありますし、日本人はこういう線を引くっていうのはすごく得意だったりするから、僕もこれで世界に僕は違う名前で、なんかないですか？オギース、なんかね、OGGI って、オゲイってか結構略されてますもんね。オギソってなかなか略せないみたいですけどね。なんか違う名前でいこうかなって、違う名前でデビューして、日本画壇に、方にデビューしようか。ジョークでしたよ、最後のね。という感じで、最後デテールを書いていって、また息子に、5ヶ月の息子に、が最後出てまいりますので、よかったら最後までご視聴ください。こんな感じで完成していきました。ご視聴ありがとうございました。よかったらいいねとかね、いただけるとおじさん励みになります。髪の毛ヒューと書いてます。ご視聴ありがとうございました。ペコ。どうでしたか？こんな感じでも描けますよ。ある程度の方法論さえ分かっていれば、実はいろんな絵って描けるんですよ。この辺の方法論というのが少し分かってくると、もっともっと絵を描く幅とかも広がってきますし、画材の使い方なんかも楽しくなってくると思いますので、ぜひ参考に、こういったものも参考に、皆様の創作活動にお役に立てればと思っております。また次回お会いしましょう。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。